この動画は JLC-PCB の提供でお送りします。皆さん、こちらのエアコンを覚えてますでしょうか？コンフィのエアコンですね。2025年にこちらのエアコンを分解レビューしまして、値段が安くて品質的にはそこそこで使っても問題ないよねみたいな感じなレビューをしました。これを家に取り付けて長期間稼働させる予定だったんですけど、家に取り付ける期間を逃して2026年になってしまいました。今年の夏はということで動作確認をしようとですね、組み立ててみたところ、何やら動作がおかしいことに気がつきました。実際に動かしてみます。はい、いいですね。室内機は問題なく動いています。室外機もですね、今ちょっとピッピッピッっていう音がしてですね、動こうとしているんですけども、このまましばらく待機します。こんな感じで室外機のファンは回るんですけども、はい、こんな感じで止まってしまうんですね。こちらが実際の様子です。室外機の調子が悪いのか、冷房・暖房が効かなくなってしまいました。室外機のファンは数秒間は回るのですが、その後なぜか止まってしまいます。去年分解レビューをした後に組み立てたのは良かったんですけども、その後に動作確認をしないままでした。そのまま放置していて、いざつけようと思ったら調子が悪くなってしまったみたいな状態です。分解、そして組み立ての過程でどこかを壊してしまったようです。というわけで今日は故障解析をしながらどこが壊れてしまったのか、そして修理可能なようでしたら直していきたいと思います。その前に今日のスポンサーの紹介です。どうぞ。プリント基板を安く作るのなら JLC-PCB がおすすめです。最近特に多層基板の製造を頑張っていて、皆さんにもぜひ6層基板を使ってほしいとのことです。6層 100×100mm 基板で5枚 36.8 ドル。高密度設計で必須となるパッドオンビアが最近無料で使えるようになりました。6層基板用のクーポンも配布しているので、皆さんもぜひ色々と試してみてください。まず去年の動画でどこまで分解したかを振り返ってみます。この中に入っている基板を室外機から取り外した状態にして、さらにインバーターエアコンにとって重要な部品であるパワー半導体の IPM も取り外していました。壊れた箇所があるとすれば、モーターの不具合や基板の不具合、IPM の不具合あたりかなと思います。特に IPM が一番怪しくて、基板から取り外す時にハンダゴテでかなり熱を入れていましたし、もしかしたら静電気で壊してしまった可能性もあります。本来であれば不具合が出た時点で修理に出すのが一番簡単なんですけど、こちらの都合ですでに分解しているものを修理してくれるはずもないので、今回は自力で何とかします。今回は一応修理はするんですけど、自己流の修理が原因でエアコンから出火したみたいな場合はいろいろな保険とか保証とか使えない可能性があるので、皆さんは絶対に真似しないでください。では実際にやっていきます。基板をむき出しにした状態で見ていきます。先ほどからの繰り返しになりますが、室内機については問題なく動作しています。室外機について見てみると、電源を入れた直後は中で何か動いているような音がします。20秒から30秒くらい放置すると室外機のファンが回り始めますが、途中で勢いがなくなって止まってしまいます。よくわかんないですね。こちらの基板にインジケーター LED があるので、その動きも合わせて見ていきます。先ほどと同じように室外機のファンは回り始めますが、すぐに止まってしまいます。それと同時に基板の LED も点滅していたものが消えてしまいます。始動の途中で基板自体の電源が落ちてしまっている雰囲気です。冷媒管を見ていますが、温度変化はしていないので、コンプレッサーは動作していなさそうです。もう少し分析するためにこの基板ユニット自体を取り外しました。詳しく見ていきます。基板を取り外しました。親切なことに回路図はこちらのボックスに書いてありますので、この回路を参考にどこが故障しているのかを見ていきます。また室外ユニット確認ポイントということでトラブルシューティングができるようにも書いてあります。まずはヒューズの導通チェックです。OK ですね。こちらも OK です。あとは茶色いボックスが2つありますが、こちらもヒューズです。導通は確認しています。ですのでヒューズが原因の故障ではなさそうです。次は室外機のファンの部分の回路です。回路図だとこの部分、実際の回路だとこの辺りです。ヒートシンクの下には IPM があります。
室外機のファンについては先ほど見ていた通り回転していたので、その部分の回路については問題ないということで進めます。室外機のファンが動いているということは、電源の接続やブリッジダイオードあたりも問題なく動作しているということです。そうなると PMV、温度センサー、四方弁、コンプレッサー用の IPM、コンプレッサーモーターあたりが怪しそうです。まず PMV ですが、これは電子制御膨張弁のことです。電源を入れた時に室外機からカタカタ音がしますが、これは PMV が動いているからです。室外機のかなり奥の部分ですね。電源を入れても動作しているので、これも問題ないということで進めます。温度センサーについては前回特に触っていないので、壊れることはないだろうということで特に手はつけていません。四方弁についてはこちらのコイルで動いていますが、電源を入れた時にパチンっていう音がしたと思います。それは中のソレノイドが動作している音です。これも問題ないということで進めます。次はおそらくここが壊れているであろうと予想しているコンプレッサー部分について見ていきます。コンプレッサー本体が壊れているのか、それともコンプレッサーのモーターが壊れているのか、モーターを回すインバーターが壊れているのか、そのあたりを探ってみます。まずはコンプレッサーモーターが断線していたり短絡していないかを見ていきます。これは巻き線抵抗を測れば OK です。断線していたら抵抗値はものすごく高くなりますし、短絡していたら0オームとなります。巻き線抵抗値は 2.2 オームなので、モーター自体は生きていそうです。もし短絡していたら IPM が壊れたりヒューズが飛んだりしますからね。IPM からモーターへつながる線を外した状態で動作確認します。やはりこれまでの症状と変わらずに、室外機のファンが回り始めたタイミングで室外機の動作は止まってしまいます。これを見る限りですと、モーターやコンプレッサーが壊れているという感じではなくて、やはり基板の中ですね。特に IPM がかなり怪しいです。やっぱりコンプレッサー用の IPM が一番怪しいんですよね。他の部品はだいたいみんな動作確認できていますが、コンプレッサーモーターだけは一回も動いてはいません。このヒートシンクの下に IPM があります。これが IPM です。IPM の中身は IGBT とそのドライブ回路です。壊れていないかテスターを使って簡易診断します。IPM の中の IGBT とダイオードが壊れていなければ、ダイオードの順方向電圧の 0.6V ぐらいが表示されるはずです。実際このように 0.6V くらいの表示が出ているので、IPM は壊れてはいなさそうです。IPM の中の IGBT とダイオードは壊れてなさそうなので、ちょっと原因がわからないです。一旦ですね、IPM 取っちゃいます。IPM は取り外しました。この状態で一旦組み付けてみて、IPM がない状態の基板をエアコンに取り付けてみて、一度動作確認します。強制冷房モードですね。はい。動いてくれるといいんですけどね。室内機の方はですね、動いてますね。風の。室外機のファンはまだ動いてはいないです。この部分のインジケーターの LED は点滅していますね。長いですね。ダメかな、やっぱ。ファン回りましたね。で、止まるなって感じなんですけど、これは止まってないですね。勢いよく回っています。すごいですね。こんなことあるんだ。この状態で電源を入れてみると、なんと室外機のファンが勢いよく回り始めました。室外機部分のいろいろな電源なんかも落ちなくなっています。故障解析の結果ですね、ほぼほぼコンプレッサー用の IPM が壊れていて動作しなくなっていたと見て良いでしょう。IPM の中には IGBT 以外にもそれらを駆動する回路が入っています。多分そのあたりの回路が壊れてしまったのかもしれません。前回の動画で分解した時の分解のやり方が良くなくて壊れたのかと思います。ここからは修理をしようと思います。本来であれば修理をするのは基板単位での交換となることが多いです。実際メーカーの修理に依頼しても基板単位での交換となります。
今回の製品についてはネット上で交換基板を探しても見つかりませんでした。製造元に交換基板を売ってくれと言っても素性のわからないものには売ってくれるはずもないので、今回は部品単位で修理することになります。というわけで次は修理用の部品を購入します。IPM は三菱電機のスリムディップ L が使われています。ただこのスリムディップについては日本国内では電子部品屋さんで手軽に購入するみたいなことはできないようです。家電メーカーや産業機器メーカーしか買わないので、小ロットで製品を手に入れるのは非常に難しいです。部品商社とかに1個だけ売ってくれみたいなことを言っても 100% 無視されるでしょう。仮にできたとしても納期何ヶ月とかそういうレベルかと思います。なのであまりやりたくはなかったのですが、今回はアリエクスプレスで調達することにしました。なぜか三菱電機のスリムディップ L が販売されています。もちろん正規のルートではないです。生産ラインの余剰品とか廃棄基板からの回収品、リマーク品が主かと思います。新品の見た目ですとリマーク品の可能性もありますので、廃棄基板からの回収品の方が信頼できるかもしれません。ただそうすると今度は故障品の可能性もあります。実際に届いたものがこちらです。見た目はかなり正規品っぽいです。パッケージの形状もそうですけど、細かいところの文字やレーザーマーキングも本物とかなり近いです。多分ですけどリマーク品とかではなくて、本物のスリムディップがどこからか流れてきた、そんなものかと思います。次はこの非正規ルート品のスリムディップを基板に取り付けていきます。熱伝導グリスを塗ってヒートシンクを取り付け、ハンダ付けをします。早速電源を入れていきます。動きますかね。お、起動早い。お、動きましたね。ですね。インバーターの音が今まで聞こえてなかったんですけど、コンプレッサーを回すインバーターの音、最初にピーって感じでですね、鳴ってからこういう風に回ってますね。いいですね。風も冷たいです。冷媒管もね、結構キンキンに冷えてますね。IPM を使ってモーターコンプレッサーを回しているんですけども、その駆動音もですねしっかりと聞こえています。いいんじゃないでしょうか。というわけでね、修理成功です。再度組み込みますが、その前に防湿コート処理をします。もともと基板にあった防湿コートは剥がしているので、このまま使うと湿気や異物接触で壊れる可能性があるからです。最後に組み立てた状態でもう一度電源を入れて最終的な動作確認をします。今インバーターが動いた音がしました。で、室外機のファンも回ってますし、いいですね。冷媒管も冷えてきました。修理完了です。はい、というわけで壊れたエアコンについてどこが壊れたのかを特定して部品交換修理が完了しました。原因ですが、2つあるうちの IPM のうちコンプレッサー側が壊れていました。前回の動画で分解した時に壊した可能性があると考えています。結局は正規ルート以外から入手した本物っぽい IPM を使って直すという荒技で修理完了です。かけた労力などを考えると部品単位での修理ではなくて基板ごと交換するのが良さそうです。ただ今回やったようなやり方でも修理はできるというのが分かってよかったです。実際家電メーカーがやる修理っていうのは部品単位ではなくて基板単位、アッセンブリ単位での交換になりますからね。というわけで、もしこの動画が役に立ちましたら高評価、何か気になることがありましたらぜひコメントも残してみてください。それでは最後まで動画のご視聴ありがとうございました。動画の最後になりますが、一見チャンネルを企業の PR に活用するのはいかがでしょうか。一見では製品の宣伝、工場見学、アウトリーチ活動、人材採用への活用など幅広く対応いたします。これ以外にもお気軽にお問い合わせください。動画を作成すればその後は再生され続けて動画が代わりに営業してくれます。やるなら早くをお勧めします。実績や詳細は概要欄にあるメールアドレス、ホームページからご連絡ください。それではご連絡お待ちしております。一見が作ったブレッドボード基板や配線済み LED 製品などの電子工作グッズを販売中です。詳しくは概要欄から。